こんにちは。T3 フォトフェスティバル東京の早見です。今日はですね T3 インタビューズという、企画の第1回目としまして、写真家の長澤慎一郎さんを、ゲストにお呼びしてお話をお伺いしたいと思っております。長澤さんは、皆さんもご存知だと思うんですけれども、第49回木村伊兵衛写真賞を受賞されている写真家でもあり、 T3 には2022年の時にご参加いただいてます。簡単に経歴をご説明させていただくと、2008年に雑誌で目にした小笠原千島の約100年前の先住民の写真に衝撃を受けて、以来13年かけてですね、写真集となったザ・ボニー・アイランダーズという、プロジェクトに取り組んでこられました。で、続くメアリー・ハダ・リトル・ラムで、戦後23年に及んだ米軍占領時代の千島を記録したシリーズをまとめられ、こちらで木村伊兵衛写真賞を受賞したということでございます。今日は長澤さんをゲストにお迎えして、作品についてであったり、影響を受けた写真家とかですね、長澤さんの写真家になるまでの道のりなどもお伺いしてみたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあすいません、最初の質問に行こうかなと思うんですけど、いきなり写真家になるまでということで、写真を始めたきっかけについて教えてくださいっていう質問が用意されてるんですけれども、これなんかどういうきっかけがあったんでしょうか？そうですね、専門学校の時に、先生がアベドンの写真集を見せてくれて、でニューヨークモマとかにも行ったりとかして実際の見たりすると、写真はやっぱこんなに美しいんだっていうのを気づいて、それアベドンのプリント見た時ですか？そうですね、アベドンもそうですし、そのモマに展示したプリントとかを見て、本物というか、美術館にある写真ってこんなに綺麗なんだって思って、だんだんシノゴとか使う撮影が好きになっていきました。そうなんですね。他にも今日何冊かちょっと写真集とか持ってきていただいてて、影響を受けた写真家としてスティーブン・ショアも入ってるって伺っていて、ちょっと写真集も持ってきていただいてるんですけど、すいません、こんな感じで、ショアの写真集。ショアはどこで出会ったというか、どういう影響の受け方だったんですか？ショアは、スタジオマンの時とかに、この写真集を手にしてくれたんですけど、すっごいボロボロになるまで見てますもんね。そうですね。本当に。いや、めっちゃこれは本作った人からだと嬉しいと思うんですよね。こんだけ見てくれてるっていうのは。で、カメラを通して世の中を見ていくみたいな、そういうその姿勢というか、そういうところがすごい興味深いなと思って、どういうふうに撮っているんだろうとか、技法も含めて、ずっと見るようになって、いや、これなんかすごい面白いなと思って、僕はほらやっぱ写真撮らない人なんで、その撮る人とは多分見方が絶対違うと思ってるんですよ。で、特に同じく大判のカメラを使われて撮られてるから、長澤さんどういうとこ見られるんだろうってすごい興味ありますね。僕が一番気になったのはそのカメラの高さとか、人の視点よりも昭和の写真ってちょっと高めで撮っていて、どれも大体そうなんですけど、でそういうことはなんでだろうとか、確かにそうですね。言われると明らかにこのアイレベルが高いですよね。でこれは写真やってる方だと大体わかると思うんですけど、そう上がることで、下の面が、地面が見えてくる、奥行きが感じられるとか、多分シノ売店のレンズをスライドさせて撮ってるんだろうなとか、どういう場所にカメラを置いているとか、そういう目線で僕はずっと昭和がどうやって世の中を見てきたんだろうっていうようなことでずっと面白い。眺めてました。でもアベドンがいて、そしてショアがいて、本当に同時期クロスオーバーする時期もありながらの、アメリカンフォトグラフィーのマスターみたいなものからものすごい影響を受けられてるわけじゃないですか、長澤さん。でその中で、小笠原の、シリーズですね、ザ・ボニー・アイランダーとか、今日もここにありますけどメリー・ハダ・リトル・ラムのシリーズとかも含めて、やっぱりアメリカっていうものをある種アメリカと日本の関係だって批評的に見てるっていう気がするんですね。なんかそこに行き着くようになったりっていったところに関してもぜひちょっとお伺いしてみたいなと思って。小笠原の場合は本当に
先住民の方がいたっていう、はい、それ衝撃受けました。僕も初めて見た時、驚きから入っていき、やっぱりそこでこうなんで知らなかったんだろうっていう、第二の問いみたいなのを、まずは、先住民の方たちのことを、衝撃を受けて、でもそれを知らなかった自分もなんでなんだろうっていうのはこうもう一つ感じながら、で、小笠原に入ったので、それがたまたま米軍が占領していた場所だったりとか、そういうことで、また米軍と日本の関係みたいな感じには、アメリカと日本の関係っていうような形になってると。いうことですね。だから別にこうアメリカのカルチャーとかその別に意図的にそこが最初から興味があって行ったというよりか、純粋に知らないことがある、なんでなんだろうみたいなところがあって、それを本当に知りたいとかっていうところから入っていった結果、見えてなかったいろんなレイヤーが見えてきてるっていう感じですよね。なんかそれがすごく長澤さんの作品の一つの特徴というか、になっているような気がしていて、日本の歴史の中で見えてこなかったものっていうのがまず一つあったりとか、あるいはこのメアリー・ハダ・リトル・ラムのシリーズも1ページを見せていくと、何か決定的なものが映ってるわけではないじゃないですか。つまりいわゆる決定的瞬間っていうのはもはやここには一切なくて、すでに終わった後だから。だけどその中にものすごい痕跡みたいなものをすくい上げていって、この写真の持ってる表面の中にどれだけの意味を内包できるかっていうことを、本というパッケージで見せてるっていう感じがするんですね。だからすごく深くて大きいというか重たい、ある意味器みたいなものをこの中で用意しているような気がしていて、ここに例えばある言葉が加わったりとか、ある情報が入ってくると、それをこの器として吸収していけるような、そういう強さがある気がするんですよ。で、ここ逆に言うと、小笠原の一番最初の初期のボニーアイランダーズのシリーズを見てる、13年かけて使えて、その美しい風景だったり人々があった中から、あると特定の、小笠原という意味では変わらないんですけど、よりスペシフィックな場所に移っていって、でじゃあこの長澤さんの作品は次はどこに行くんだろうっていうのは、かなり多くの人が興味を持ってるし期待をしているところなんじゃないかなと思うんですけど、なんか今言える範囲の中で長澤さんが今やろうとしていることってお伺いできますか？ちょっと写真はまだ見せれないんですけど、今取り組んでいるのは、日本の上空、1都6県にまたがる、横田空域という空の、アメリカが占領している空域があるんですけど、それを題材にして撮影を今始めています。そうですか。もうだいぶ、時間としては長くやられていらっしゃるんですか？そうですね。3年ぐらいもうやってらっしゃるんですね。それもやはり米軍と、日本の関係であったり、見えなくさせられているというか、可視化できないような状態にあるようなもの、ということで、ちょっとシリーズとしてもつながっていくんじゃないかなっていうふうに思っていて、その境界を歩いてみたりとか、空から撮影してみたりとか、空撮みたいなのもあるんですね。ちょっといろいろ面白い、チャレンジしながら。めちゃくちゃ見てみたいですね。なんか長澤さんの作品を見てると、いわゆるドキュメンタリーではあるんだけど、ドキュメンタリーの要素はあるんだけど、完全にいわゆるこれまでのドキュメンタリーって言われるものとはちょっと違うと思っていて、ちょっと違うというか更新をしているっていう方がいいのかなと思っていて、一つはその大判のカメラでそのポートレートを例えばボニーアイランダーの人たち撮ってるから、もちろん当然そうなんですけど、そこには、演出的な要素っていうのは多少なり入ってくる。演出って言い方をするとなんかまるで嘘みたいに聞こえるかもしれないけど、そうじゃなくて、ただ勝手にパシャって撮ってって盗み取ってくる、すごい言い悪い言い方をするとじゃなくて、ちゃんと相手が納得した状態で撮るっていうことをすごくやってるから、ある種撮る撮られるの関係みたいなことに対してもすごく丁寧にやられてらっしゃると思うんですよ。それは十何年やってきたっていうこと自体も一つのことだと思うんですけど、あるいは例えば被災地とか何か起こった現場に行ってその
スペクタクルみたいなものを撮るんではなくて、もう随分と時間が経った後に残っている傷跡みたいなところからどこまで自分たちを引き出せるのかみたいなことをやってらっしゃったりとか、あとはその今のシリーズも、ちょっと作品見てないんで分かんないんですけど、おそらく見えるもの見えないものっていうものを、どうやってこう視覚化していくかっていうようなところだと思っていて、そこがこう長澤さんっていう作家のめちゃくちゃ面白いところだし、それゆえに木村平賞っていう賞、木村平写真賞という賞も、昨年受賞されたのかなと思うんですが、そんな長澤さんが今ちょっとこう気になってる写真家みたいなのがいればぜひお聞きしたいなと思ってるんですけど、いらっしゃいますか？写真集を。嬉しいです。ありがとうございます。イタリアの出版社のアンドロスっていう写真集になるんですけど、どんな作品ですか？これはイギリスの東部の、海岸沿いに住む、人々のポートレートを収めてるんですけど、風景とポートレート、海によって侵食されて土地がなくなっていく、そういう題材にした写真集ですね。大体こう災害っていうと、こう一瞬の何かそういったものだったりとか、地震とか津波とか、火災とかもそうですし、そういうものが多いんですけど、これ本当にゆっくり、すごいゆっくりした時間の中で、そういう災害になるので、ここに住む方たちもここにずっと住み続けている、今もうそれが迫ってきてるけど、まだ住んでいるとか、そういうこうちょっと他とは違う、撮影の仕方というか、時間の流れ方みたいなのを感じる写真集で、すごくこう、美しいのもありますし、何かこう新しい表現の方法なのかなっていうような。面白いですね。いや本当なんかこうすごいポエティックっていうか詩的な写真で、何かこれっていうことを言いたいというよりかは、本当にゆっくりと起こってるもの、でからすごい時間をかけてこれから起こるであろうことを想像させたりとか、今後失われてしまうものだったりを考えさせられたりとか、だけどそんなこととは別にただ今日の空がものすごい美しいとか、すごいいろんなレイヤーっていうか、人間が生きてるものってこう複数の実感から成り立ってると思うので、そういうものをこう内包してるような感じがしてすごい素敵だなと思いました。土地が失われていくっていうことは、その場所のこう記憶がなくなっていくということなので、彼らもなかなか多分移動とかそういう行動に移すこともできないのかなとか、こう思ったり。そうですね。そうか、そこに縛られてるって言ったら変だけど、縛られてるっていうかそこから離れたくないみたいな思いも含めてありますもんね。で今すぐこう命が危険があるわけではないので、すごいこう時間をすごく感じられる写真集が。すごい考えさせられます。これはなんか日本全体も割とそういうところあるじゃないですか。なんか地方とかも、下手するとすごいこれよく話をするんですけど、すっごいゆっくり見えない津波が日本の地方に襲いかかってるような感覚ってあって、つまり人口減少とかそういうことですよね。でなんかいずれ文化が消えていってしまうかもしれないみたいなことが今日は起こらない、明日も起こらない、だけど20年後どうなってるかわからないみたいなっていうこととかをすごい考えさせて、多分世界中で起こってる話なのかもしれないですね。都市っていう場所に人が集中することによって起こることとか、わかんないですけど、なんかそういうことをいろいろめちゃくちゃいい本だな、なんかそういう話ができるだけでもと思いました。ありがとうございます。D3 でもぜひこれキュレーションバイ長澤さん、そういうの面白いかもしれないですね。写真家がおすすめする展示とかね、面白いかもしれない。本当にすごい綺麗な写真集なので。いいな、ちょっと考えさせられます。そうです。これはなんか構造とかそういったことを批評とかしてるわけではなくて、そのままこうそうですね。見て感じるような写真集。そうですね。そうですね。いやすごくおすすめです。ぜひ皆さん手に取ってみていただけたらと思います。はい。じゃあそんな長澤さんにズバリお聞きするんですけど、写真っていうのは長澤さんにとってどういうものなんでしょうか。
そうです。僕がやっている写真は先ほど早見さんがちょっとおっしゃってたように、風景の中にあるこう忘れ去られていく、出来事だったり、記憶だったり、あと、権力だったり、そういったこう忘却の構造みたいなものを、風景の中から示し出す行為なのかなっていうふうにすごい思っています。めちゃくちゃかっこいいわそれ。でもすごい、いや本当共感するというか、そこが写真の僕もすごいところだと思います。それは長澤さんの写真の素晴らしいところっていうか、僕がやっぱりすごいなと思うところなんですけど、この話をしちゃうともう山ほど長くなりそうだからちょっと一回やめますが、でも本当にすごくかっこいいなと思いますね、純粋に。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃくちゃいい答えをいただいてありがとうございます。なんかそういう風に写真を捉えてくれる人がいると嬉しいなと思いますね。なんかやっぱり僕ら生きていく中でいろんな構造のレイヤーがあって、自分たちではコントロールできないもの、例えばアメリカと日本の関係とかみたいなのあるわけじゃないですか。でその中でやっぱり権力に限らないけれども、いろんな理由で見えなくなってるものっていうのがすごくあって、だけど本当にそれが見えないままが正しいんだっけっていうことを言うことが、まずは多くの人たちが気づいてない。それ別にその人たちが悪いとかじゃなくて、気づきにくく作られてるから気づいてない。だけどそれを気づけるっていう人がやっぱり写真家だったり、アーティストだとして、別に写真家じゃなくてもいいんですと思うんですけど、アーティストだったりともしていて、でその時に写真っていうものを使った時にはやっぱその現実みたいな部分をやっぱり切り取ってきてるからこその強さみたいな、圧倒的な強さってやっぱあるように思うんですよね。なんかすごくそれを長澤さんやっぱりやってこられてて、めちゃくちゃかっこいいなって思いました。ということで今回第1回目のゲストということで、長澤慎一郎さんにお越しいただきました。長澤さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからも T3 ではさまざまな写真家の方をお招きしてお話をお伺いしていきたいと思ってますので、今後も見ようかなと思っていただいたり応援したいなと思っていただいた方はぜひYouTube チャンネルの方を登録していただき、また我々メルマガもやってますのでメルマガへのご登録もしていただけると嬉しいです。